成ですね。お待たせしました。ネギのせますか。はい。はい。どうぞ。ここより美味しいうどん食べたことないです。食べたうどんの中で一番美味しいと思う。熟成時間はそれなりに欲しいっていうので、この時間にやってるとかですけど。独特の粘りというかぬめっと感というか、はい、もっちりとかじゃないんですよね。ねっとりっていうようなイメージ。理想の麺っていう話で言うと、ズバリ僕が言ってるのは複雑性がある食感、めっちゃ硬かろうがめっちゃ柔かろうが美味しいって思う人いると思うんですよね、でも美味しくないうどんも存在するんですよ。じゃあその差は何なのかって言ったら、僕はその食感、食べた時に感じる情報量の、多さかなっていう。これがある程度ないと美味しくないっていう。単調よりは複雑、その複雑性が割と高めなうどんの一つが讃岐うどんなのかなっていうふうに思う、なるほど。でより一層複雑性が出るような麺を目指している。だから結構不思議な食感って同業者からもめっちゃ言われます。あ、そうなんですね、営業のことだけ考えても進歩がなかなかないというか、やっぱりいろんな情報を得たりとか、いろんなことを考えたりっていう時間がないと探求ができないというか、そういう時間を作っているって感じですかね。どこの店で修行したりとか？一番最初は新宿の新っていうお店で、うどんに触れて、で、完全な手打ちじゃなかったんで、生地作りからもやりたいっていうので水天宮の谷屋で入らせてもらって、そこでメインの修行したみたいな感じになりますかね。やっぱ僕が修行して得た技術とかやり方、製法っていうのはやっぱり讃岐なので、どっちかというと。15キロあるんで。いや、そんなあるんですね。これがやっぱり手打ちうどんがなぜ美味しいかって言われるところの一つなんじゃないですかね。仕組み重要ってみんな言いますけど、結局そのグルテンっていうタンパク質をいかに強くしていくか、でこれにおいて今のところやっぱ組が最強って言われてるっていう、そのグルテンって網目状にこう踏んだ方向にこう伸びていくんですけど、なんですかね、最初は例えばこういう状態だとしたら、踏めば踏むほどこうなっていくんですよ。この網目構造が強くなるとやっぱり引っ張っても切れないし、それがそのグミみたいなこのグニグニした食感っていうのを作るとか、機械だとやっぱり網目構造が複雑にならないんですよね。あ、そうなんですね。細かくもうランダム性がある方向にグルテンをこう伸ばしてやることで、やっぱ網のこのなんですか、複雑さがより生まれるんで。なるほど。基本的に丁寧に作ればそれに応えてくれるっていうか、うどんは雑にやったらそういううどんに出来上がるっていうか、シンプルにゆえにやっぱりそういうところが出てくるのが、うどん作りの面白さでもあるのかなっていう、自分の心がこう投影されるというか。
女性こっちがつけざるだしで、こっちはかけだしで、それぞれ別の材料を使って白だしっていうのを取ってるんですけど、はい。讃岐でよく使うような、いりことかけのだしの方をメインにしてる。ざるの方はアジの煮干しとあごの煮干しと、はい、いりこ、はい、いいんじゃなかろうか。削り節、やっぱよくみんな全部白だしね、一発で取る人が多いんですけど、やっぱかけとざるっていうかぶっかけとか、それぞれ白だしの適性って僕は違うなと思ったんで分けて作るようにしたんですけど、ね、例えばそのざるのつゆって別に飲まないじゃないですか、はい、でもかけのスープは飲んだりするわけじゃないですか。そうですね。やっぱり全然テーマが違うんですよね、僕の中では。だから同じ素材で同じ量でやるっていうのはちょっと絶対どっちか寄りになっちゃうなっていう。確かに。返しっていうやつですね。酒、みりん、砂糖、醤油、だし、こいつと、白だしを合わせて、ざるだしができると。花がつをね、最後に入れて、ざるだし完成と。和牛すき焼きごぼうっていうメニューの和牛に、油多いんで、はい、火を通してから味付けするって感じですかね。俺も最初はね、なんか外国産の使ってたんですけど、和牛ってみんな言うけどそんな違うかっつったらだいぶ違ったね。これは高いけど、こっちの方がうめえなっていうので、そっちに切り替えたって感じですかね。その代わり配数は限定というか。そうなんですね。これだからね、本当あんま言いたくないですけど、原価でいうとこれが一番かかってるからっていう。店潰しにかかるんだったら和牛頼んでおいた方がいいですね。うまいっす。だから、うまいっすよ、俺も。とりあえず一旦帰ります。これから息子保育園に送りに帰ります。でもこの働いてね、この仕込み終わった後の朝飯何食ってもうまいですね。うちの妻に全部任せてもいいんですけど、僕が朝方でうちの妻は夜型なんで朝辛そうなんですよね。なんか家事とかも結構やってらっしゃるってことですか？そうですね。僕が結構主婦かなって僕よりうちの妻の方メインで働いてるというか僕はなんかパートみたいなもんなんで好きなことやらせてもらってます。一応ちゃんとお金はね納めてますよ、ちゃんと。この
出汁のようにうちの妻には下支えしてもらってる感じですね、はい。いわゆる讃岐っていうと結構しっかりした粘弾性グッとくるような食感のイメージがまあ僕はよく出るイメージかなと思って、はい、それはちょっと行き過ぎというか僕の中では、そこにちょっと博多のソフトな雰囲気を合わせ持った感じというか、まあ、実際そういう博多うどんとか九州とかで使われてる粉もまあブレンドしてるので、はい、間っていうのはまあ、だいぶ讃岐寄りだと思います。なるほど。うどんイズロックっていうのはなんかこうテーマとしてあるんですか？そうですね。まあもともと独立というか修行を終えてから一番最初に僕が作ったテーマというか、まあ今でもそうなんですけど、音に合わせたうどんパフォーマンスっていうのをやるっていうのがまあ僕しかやってないことだと思うんですけど、はい、そこのロックっていう音楽性っていうのもまあ示してますし、まああとはやっぱうどんでやっぱりこう世の中にないことをやっていくとか、まあなんかそれがロックみたいなところはあるのかなと、はい、まあ、塾の生徒ですね。ああ、小野さんってどんな人なんですか？もうなんでしょう、本当に情熱がなんかご自分では全然さらけ出さないようになんか言いながらもでも全然出ちゃってるよみたいなでもね、非常にシンプルなんですけどうまいんだよね。最初ね、なんかだしとか入れてたんですけど、もう今酒、砂糖、みりん、濃い口醤油、玉ねぎだけ。柏天鶏ささみ、終了。これが透かし打ちです。まあ、引きずらない、浮かせてるんで生地を傷つけない。あとはこういう回転運動が起きてるんで体重がより乗せやすくなる。動きに無駄がない。透かし打ちはどこで学んだんですか？それ谷屋ですね。あ、水天宮の、はい。
中心が太くて端っこが細い、いわゆる両 A 面というやつです。そうですね、中心から端っこ分けてシュッとするみたいなのは、師匠の教えでもあるんですけど、それを僕はもっと極端にした感じですね。端っこがシュッとしてるとすすりやすいし、そこでチュルッとした感じも味わえる。中心部分は太いのでしっかりより食感の複雑性を味わえるという、食感のバリエーションを、一口の中で出すっていうのを、計算して作るというか。はい、次やろうかな。僕のうどんの始まりはその出張で外で音に合わせてうどんパフォーマンスするっていう、はい、これがなんならメインというか、外でやるのもそんなに頻度が多いわけじゃないので腕が鈍っちゃうんで公開練習してる感じ。はい、オープンです。プラモデルします。この湯加減、なんかイメージと違いません？うどん茹でてる時の。沸騰させちゃうと肌荒れって言って麺の表面が傷ついちゃう。口当たりに影響するんで。
特製ですね。お待たせしました。メインを柏店にしたのは何か理由があるんですか？あ、まあ、好きだからじゃないですかね。普通に。あ、そうです。やっぱりエビめっちゃ好きなんですけど、はい、ちょっと高いじゃないですか、やっぱり。そうですね。1尾でなんか何百円みたいな。はい。柏はね、その同じ値段でもなんかゴロゴロっとなんか食べれたりするし、やっぱりいろんな部位があるんで、はい、まあ、うちは、まあ、普通ももとか胸とか使うんですけど、はい、まあ、その間に当たるというかささみっていう部位を最初使って、まあ、それプラスせせりだったり手羽先だったり、はい、ちょっと変わった部位を違う味付けで、まあ一皿でいろんなものが楽しめるようにっていうので特製柏天ざるを作りました。なるほど。特製お待たせいたしました。ありがとうございました。お待たせしました。ネギのせますか。はい。はい。どうぞ。ありがとうございます。食べてみてどうでした？いや、まあ正直ね、忖度なしで言わせてもらうと、まず本当にここより美味しいうどん食べたことないです。食べたうどんの中で一番美味しいと思う。これが手打ちか。これ本当にやっぱ他のうどんと比べても全然太いですし、食べ応えすごいあります。コシも強くて、でもやっぱ真ん中と端でやっぱ太さ全然違うんで、やっぱ味わいも違うんですよ。天ぷらもめちゃめちゃうまいです。美味しい。天ぷら美味しいです。だしもめちゃめちゃなんか強めのだしで、やっぱうどんに負けないだしで、すごい美味しいです。こだわりを感じます。すべてに。本当に。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。10番の方、野菜のかけです。ありがとうございます。美味しいよ。
せ。食器お預かりしますね。柏のかけお待たせいたしました。こちらだけのせる。今日食べたメニューは何食べた？かけうどんに柏店がついてて、まあ、かけが結構自分の好きなんで、いわゆるシンプルなうどん、もうめちゃくちゃうまいですね、やっぱり、なるべく家の近くにあってほしいんですけどまあ40分ぐらいかかるんですけど、やっぱ来たいですね。ありがとうございます。出ました。これを目指したいんだよね。まあそもそもなんかこう学生時代の時から秀でたものがあんまりないっていうのは結構コンプレックスだったところがあって、まあ、それで職人みたいなところへの憧れみたいなのが出てきて、でまあうどんが思い浮かんで、まあ、とりあえずやってみるかって。なんか誰もやってないことやるのってやっぱ楽しいというかワクワクするみたいなのがあって、ニューヨーク行ってうどん打つみたいなのはまあやりましたね。まあ、ちょっと武者修行的なところあるかもしれないですけど、度胸試しみたいな感じかもしれないですね、今思うと。もうコンプレックスはないんじゃないですか。根底にはやっぱりうどんがあって成り立ってるというか、僕の生活とか精神的な部分がこれが僕を支えてますし、僕をここまで持ってきてくれたというか、まあ、成長させてくれたというか、そこはもう感謝とかそういう次元じゃないですよね。なんかもう依存ご飯うどん職人が憧れられる職業にしたいなともありますし、まあ、かっこいいと思ってもらいたいとかあるし、まあ、この素晴らしい技術というか、残していきたいなっていうのがありますし、まあ、日本が誇るべきものだなと僕は思ってるんで、まあ、そういうのを残していくためにはやっぱり多くの人にね知ってもらって、うどんを実際に打ってもらって、聖地文化普及の先に見える景色の一つとしてうどん界の大谷翔平を見てみたいっていう、まあ、僕は大谷翔平じゃない、絶対に絶対にそうじゃないと思う。まあだしその能力値の問題でもないというか、大谷翔平さんというのは野球で言ったらね、その王さん長嶋さんとかなんかまあそのレジェンドみたいな人がいっぱいいて、でね、イチロー選手とかこういろんな人がこう歴史を作ってきて、でその歴史と、まあ、多くの野球人口っていうのがこうあって生まれた方っていう印象なんですよね。でうどんはまだその歴史が、うどん打ちっていう歴史はやっぱりまだまだ長そうで長くないような気がするというか、
人口的にもまだまだ広がりがないんで、はいその人口の広がりとか積み上げっていう先になんか神がかった選手が生まれるみたいなのを見てみたいっていう感じですかね。なるほど